へこんで、でも体がね実際戦ってボロボロの状態になってる。でそしたら優先すべきは何かって言ったら、そのへこんでる気持ち、プライドっていうものをもう一回ね奮い立たせて頑張るぞっていうよりも、体の休息が先なんですよ。体がちゃんと健全な状態に戻ってないのに戦うことってやっぱりできないんです。でそういった意味も含めて、お医者さんは休息しなさいと、休息をしなさいということをおっしゃられていると思うんですね。心の面だけを考えて休息しなさいというふうにしてプロのお医者さんが言ってるわけではないということです。体のことをむしろ心配して休息しなさいって言ってくださる部分もあるので、休息するというのは逃げではなくて一つの選択肢として受け取られるというのもありだと思います。でその上で、どこまで今の状態が精神力とか体力があるか分かりませんが、今の仕事でもう一回チャレンジしたいという気持ちがあるんだったら、一回、辞めるところに差し支えがいかない範囲でちょっといろいろ理由をですね、言って、でそんな1ヶ月2ヶ月じゃなくてもいいと思うので、ちょっと休んでみる。でその上で仕事のことを全く離れて思いっきり遊んでみるとかということはやっぱりされた方がいいと思います。それでも考えちゃうと思いますけどね。でそういうふうにしてですね、とにかくね、今の自分っていうのは自分が分かっててそういう状況になったわけじゃないじゃないですか。鬱になったわけじゃないんです。で分からないんですよ。自分自身のことが分からなくなってるんです。で自分の体力、自分の意識、いろんなものを自分自身で深掘りして探っていくっていう時期なのかもしれません。でこの鬱っていうことが鬱になってしまっただからダメじゃないんですよ。鬱になってしまった、そこからその鬱の時間に自分をすごいしっかり掘り下げて、自分のことをよく分かってなかった自分っていうものをよくそこに向き合って、その休職期間の後にですね、ダーンとものすごい大成していったっていう人はいっぱいいます。ですから必ずしも、うつっていうものを、ね、体調を崩した、例えば盲腸になったったら絶対会社休まなきゃいけないじゃないですか。体に起きているそういった異変と同じように、心に起きている病気っていうのも同じように、ねインフルエンザになったと同じようなもんなんですよ。心のインフルエンザみたいなもんなんです。ですからうつになったっていうことで休むっていうことは必ずしも悪いことではないし、恥ずかしいことではないっていうのを前提の上で、もし今の仕事にリベンジしたいんであれば、私は、もう一回チャレンジしてみるっていうのもありだと思いますね。ただし自分の体力と相談して休みを取るべきは取った方がいいです。その上で何くそもう逃げたくないぞ、また頑張るよっていう気持ちがあるのであれば、もう一回チャレンジして、それでまたへこんでしまうことあるかもしれません。チャレンジするというのはありだと思います。で、とにかくですね、鬱になってしまったからダメとか、今の会社でうまくいかなかったからダメとか、人生っていうのはそんな単調なものじゃないです。で年齢もね、まだ23歳なので全然これからいくらでもチャレンジできるし、挑戦できると思います。ですからそういった意味でね、まず体を大事にしてほしいんです。で休むということは悪いことじゃないし、恥ずかしいことでもないということです。もしそれを、もしあなたがね一生懸命頑張ってるのであれば、ねその上で体調を崩した心をちょっと病んだ、これは一つ自分が悪い弱いっていうのではなくて、もう一度自分のことを見つめ直しなさい。その仕事で本当にいいの？本当にやりたいことなの？本当はどういうことをやっていきたいの？そういったことを改めてですね、もう一度今の仕事に戻るっていうことも選択肢の中に入れつつですね、もう一回自分自身の生き方とか在り方っていうことを検証していく、そういう時期として、与えられたものなのかもしれません。ですから絶対マイナスに捉えないでほしいんです、ね。それからもう一個だけ、これは処方箋というよりもお伝えしておきたいことなんですけれども、世の中で起きることの全ての出来事は意味がないということを覚えてください。世の中で例えば交通事故が起きたとか、それから試験で0点を取ってしまったとか、大好きだった彼に振られたとか、
逆に宝くじが当たったとか、ね、それから思いがけぬ人に出会ったとかで、私たちは一回一回そういういろんな出来事に対してですね、ものすごい意味を与えたがるんです。でも実はそれ自体に意味はないんです。全ての出来事に意味はないんです。ただ起きてるんですね。ただ起きてるってことです。それがいろいろな偶然とか重なるにせよですね、ただ淡々と出来事は起きてるんです。毎日毎日。しかしその起きている出来事に対してどういう解釈をするかというのが人によって違うんです。ある人はボーンと何かにぶつかった。でそのことでうわこんなところでぶつかっちゃって、例えばね足を机にボンとぶつけたと。でうわこんなところでもぶつかってもう爪が剥がれちゃったわ、小指の爪が剥がれちゃった、もう本当にこんな嫌だわと思う。もうなんて私はアンラッキーなんだろう、不幸なんだろうと思う。でもある人はポンと足の指の小指をですねどっかの机でぶつけて爪が剥がれてしまった、そういうことがあったとします。でそれに対して自分のねそんなところにぶつけるっていう状態まで自分の体が疲れてたんだと、ひょっとしたら体の状態が良くないんじゃないかとかね、そういう解釈をする人もいるんです世の中に。私がそうですから。で私はセラピストとして体のことと心のことっていうのを勉強してきたので、自分が思いがけずドンとどっかにぶつかったりとか何か嫌なことがあったりすると、まず自分の心が弱ってないかな、自分の体が弱ってないかな、弱ってたらちょっと休もうとかね、ちょっと自分のことを体に歪みがあるから整体やってもらおうとか、なんかそういうふうにしてですね、自分のことを何か起きたきっかけにして、そのきっかけ出来事っていうのをどう捉えるかっていうのは人によって違うってことなんです。で鬱になってしまいやすい人、なってしまう人っていうのはこの世の中の出来事ですね、その出来事に対してマイナスの解釈とか自分を責める解釈っていうのを与えやすいっていうのは、そんな印象を私は感じています。ですから一度ですね、なかなかそう言っても難しいと思いますけど、練習していけば必ずできるようになります。何か身の回りで毎日いろんなことが起きます。その起きた出来事っていうものは何の意味もないと思ってみてください。その上でそれをどう捉えるかっていうことをそれぞれ私たちがやってるってことなんですよ。ある人は A という出来事に対して、赤のレッテルを貼る。ある人は白のレッテルを貼る。黒のレッテルを貼るとみんな違うんですね。そのレッテルの貼り方というものがそれぞれの性格なんです。なのでこれは変えることができるわけです。自分が仕事でこう失敗した、その失敗したということに対してどういう解釈を与えるのか、人によってこれは解釈の仕方が違うんですね。でも自分にとって自分を傷つけるような私はダメだとかね、そう反省するのはいいですよ。でもいつまでも私はダメだ、私はダメだ、こう失敗してしまったらもうダメだ、もう私はおしまいだっていうレッテルを貼り続けるというのは自分を傷つけていると一緒なんです。ナイフを持ってぐさ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 と一つの小さな失敗に対してぐさ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 自分を傷つけていると同じことなんです。自傷行為なんですね。ですからそれは肉体的に自傷行為をしてないにしても、心に対して必要以上の反省、必要以上に自分を責めることというのをやり続けるというのは悪いことなんです。自分を傷つけるということは絶対やっちゃいけないんです。ですから反省をする。今までの仕事の失敗とかいろんなことがあって、私が悪かったなって思うのはいいことです。それはいいです。でもその後、私が悪かった、私はダメなんだ、ね、私はもうおしまいだ、私は能力がない、みんなにこういうふうに見られてるんじゃないか、どんどん自分を傷つける方向でナイフを心に突き刺していたら当然鬱になってしまいますよね。そしたら体は下痢とか、それから腹痛とか腰痛とか胃の痛みとか頭痛とかいろんなサインを出して、これ以上私を傷つけないでって自分を守ろうとするんです。ですから今あなたの体に起きている痛み、体の痛みっていうのはあなた自身の体が自分を守ろうとして起こしている SOS なんですね。そこをちゃんと受け入れて、その上で自分を過剰に傷つける、攻撃するっていう癖をやめていただいて、一旦休息して頑張れるんだったら頑張ったらいいと思うし、ね、ちょっともう無理だなと思ったら仕事を辞めて違う仕事をまたやってもいいと思うし、それをどうするかっていうのを自分で決めることがまた自分の自信になります。いずれにせよ
鬱である期間っていうのは自分に対してちゃんと向き合いなさい。いつか人生のうちでやらなければいけないことを今チャンスとして自分の体が与えてくれているのかもしれません。そういう捉え方をしていただければどうかなと思います。一刻も早くですね、何らかの決断をして休むなら休む、して前に進んでください。どんどん今のままの状態を引きずりながら会社に行き続けるってことがプラスの選択だとは思いませんので、いろんなことをよく考えて自分と向き合って全然大丈夫でございます。まだまだこれからなので、自分の可能性っていうのを信じて模索していただければいいと思います。